んにちは、雛形ゆいです。普段はロリータモデルなどのお仕事をしているのですが、私旅行が趣味なのでバッグの中身を紹介したいと思います。皆さん参考にしてもらえたら嬉しいです。それではどうぞ。まずですね、機内用のちっちゃいバッグを私は2つ持っていきます。1個は口がバカって開くやつ、楽なトートバッグ、斜め掛けにできて盗難とかされない安心なちっちゃめのバッグ。機内を快適に過ごすためのグッズをこの中に入れていきます。まず必須なものはマスク。メイクしないで行って機内の中でメイクしてって感じなんですけど、ノドヌールの加湿濡れマスクすごい良くて、このマスクの中になんかこれ入れるんですよ。マスク内が加湿されるから機内がすごい乾燥しているので、これを持っていきます。やっぱ寝たいじゃないですか。ホットアイマスクもつけて、おかしいんですけどマスクしてこれつけてだと映画見るのとか飽きちゃったらマスクして寝るみたいな。写真とかいっぱい撮ると思うので、むくみがすごい気になるんですよ。私は飛行機乗る前にこのメディキュットを履いて、降りる前到着したら脱ぎます。飛行機によるんですけど USB で充電器が使えるやつもあるので、充電とそういうのがない場合があるので、チャージャー、カメラこの中に入れちゃうと壊れそうだから、これは手持ちで持っていくんですけど、水深15メートルまで行ける防水なんですよ。で広角もすごい広いんで旅行にうってつけなカメラなんで、これを持っていきます。あとはちっちゃいお菓子とかをよくこの中に入れて機内でボリボリ食べてます。次はちっちゃい方のバッグなんですけど、これは肌身離さず持つ方のバッグなので、お財布とかパスポートとか大事なものを入れてます。海外に行く時いつも使ってるお財布とかを持ってくとなくした時にショックだったりするので、100均のビニールタイプのもの、カードとパスポート、お札を入れて持ち歩いて、クリアだと外からすぐ見えるので効果がいくら何円なのかがよく分かんなかったりするときに、そのままなんかここにあるみたいなジェスチャーを店員さんにするとここから取ってくれたりもするんで、プチプラでクリアなお財布が私は好きです。軽めのメイク直しとティッシュハンカチぐらいかな、リップとファンデのお直しぐらいにしてます。リップはティントタイプのものをおすすめします。旅行行っていっぱい塗り直すのもなんか嫌になっちゃうんで、時差ボケとかあったりするし、だからティントタイプだと結構ご飯食べても残ってたりとかあるので、ティントタイプのものを持っていくと便利だと思います。いっぱい歩いたりするんで、こっちの荷物は最小限にして出かけています。はい、お次はキャリーバッグ開けていきたいと思います。じゃあ私荷物がもうすごい多い人なので、一番大きいキャリーケースを持っていきます。お洋服、涼しくてさらっと着れる、そしてご飯を食べてもお腹が出ても気にならないお洋服を選ぶことが多いです。結構海系に行くことが多いので、さらっと着れるワンピースで写真撮ることが多いと思うので、ワンピースでも形一緒でも色変わってればなんか変わってる風に見えるので、白目、ピンク目で、あとはロンパース、涼しいロンパース、アクティブなこととかするときにやっぱズボンもう一着もあると結構便利なので、海外だとスコールとかあったり、冷房が超効いてたり、天気が異様に変わるの早かったりとかあるので、何にでも合うカーディガン、向こうで風邪ひいちゃったりとかするのも嫌なので1枚持っていくことをおすすめします。ホテルにだいたいパジャマがないんですよ。バスローブはあるんです。の紐がね太くてはだけちゃうんですよ。よくハット付きのさらっと着れるパジャマとかがおすすめです。朝
ラウンジで紅茶飲もうとかなった時、着替えるのめんどくさいパジャマで行っちゃったりします。そしてこれなんですけど、この袋は下着とかよく入れてくんですけど、なんとこの袋に入れてこのまま洗濯機に入れられるんですよ。可愛いし収納できるし、そのまんま洗えるっていうので、これは持って行ってます。結構どこでも売ってるし、最近100均とかでも売ってるので、クールバッグを持っていきます。水着も気分に合わせて着たい人なので、多い時は4着ぐらい持っていくんですけど、1週間ぐらいの滞在で。ワンピースが好きで、メイド系のワンピースっぽいの。大事なのがラッシュガード。私肌も弱くて、海外の日差しがすごいきついんですよ。私が行った国だけなのかもしれないんですけど、長袖で丈も長めのラッシュガードは絶対持って行ってます。ホテルのプールサイドとかにお酒飲めるところがあったりするんですよ。日本人だとなんか若く見えるみたいで、絶対に ID を確認されるので、携帯を入れるものの中にお金とパスポートと入れてホテルのプールに行ったりします。じゃないとお酒が買えなくて、結構大きめだと携帯パスポート何枚かのお札ぐらいは入るので、これおすすめです。そしてもう一個便利なものなんですけど、100均でもう結構使い古しててぐちゃぐちゃなんですけど、圧縮袋ですね。気分でお洋服選びたいっていうのもあって、6日間とかだったら8着とか持ってっちゃって、しかも向こうで買い物しちゃうともっと荷物が多くなっちゃうので、洗濯袋代わりにもなるこの圧縮袋で、掃除機いらないタイプなんで、そのまま手で圧縮してこの中に入れてでやると便利なんで、みんなもやってみてください。反対側はですね、洗面台のものとかお化粧品だとかになるんですけど、まずこっちのクリアのポーチには海辺に行くことが多いので、焼けちゃった時に応急処置みたいな感じでホワイトニングのパック、これは絶対持っていっときます。焼けちゃった後絶対に保湿しないともっと黒くなっちゃったり、シミがねできちゃったりするので、楽しんだ後にシミができたら嫌じゃないですか。クレンジングとかウォッシングとかも1回分ずつになってるやつ、荷物も減るので、こういう使い切りタイプのものが結構おすすめです。角質を整えるやついつも使ってるんですけど、これのミストタイプがあって、もう疲れすぎて何もできない時にこうやってピシッてやると整えてくれるんで便利で、これは持って行ってます。日焼け止めもちっちゃいバッグに塗り直し用のを持っていくと、これも結構便利だったりします。スキンケアは普段からもメナードを使っているので、この時もメナードを一式揃えていきます。スクラブ系のパックだったりとか、こういうちっちゃいのがついてるので便利で揃えて持っていきます。基本分け方は洗面所に置くもの、バスルームに置くもの、ベッドサイドに置くものって分けて入れてってるんですけど、これは割とベッドサイドのやつ。お洋服いっぱい持ってくので、レノアのこの中に入れとくと湿っぽい匂いがついちゃったりするんですよ。ついたらハンガーにかけてすぐさまこれを吹きかけます。日焼け止めは常備3本ぐらいもいつも持ってって、お風呂場に置いといてベッドサイドに置いといてみたいな感じなんですけど、ジェルタイプのものを持ってっています。楽なので、お風呂上がりにはボディクリーム、やっぱり日焼けによって乾燥が進んじゃうのもあるので、高保湿なやつですね。これも旅行で買ってすごい香りが好きで、保湿力も結構あったので使ってます。塗った後に暑い中ベトベトしちゃうんで、でも保湿はしたいっていうことでボディパウダーを塗っていきます。私ボディパウダー使い始めたの今年からなんですけど、本当に良くて、前髪がべちゃべちゃになっちゃった時もパウダーで治るし、顔にも使えるし、体全体にも使えるし、ずっとサラサラなお肌でいられるので、これはおすすめで
ベッドサイドに置いておきます。そして寝る前にはリップのケア。ホテルって結構乾燥してて、加湿器置いてあるホテルでもあんまり加湿されないというか、お肌のケアですね。これもメナードのコラーゲンの導入液で美容液なんですけど、全身保湿してから眠るっていうのを心がけて寝ます。はい、お次はバスルーム兼洗面所。これに入れてるんですけど、かけれるんですよ。なんでどっかかけれるとこにかけておくと便利で、ちっちゃいとこには綿棒とかコットン、ヘアオイル、ほんと絶対持っていくんですけど、やっぱり海とかプールのお水で髪が死ぬんですよ。オイルがないともうファシャーってなっちゃうので必須で持っていきます。で、あと歯ブラシ、湯船があるホテルだとバスソルトとか入浴剤を持っていきます。浸かると結構疲れも取れるんで、ボディーソープ、シャンプーとか2泊とかそんぐらいの旅行の時に持っていくって感じで、お部屋に着いたらこれを全部お風呂場で置いて、自分のお部屋のようにして使い勝手が良くなったらさあ出かけよう。除菌系とか、これはあると便利バッグ。こっちの持ち歩きバッグにもよくこのまま入れたりするぐらいなんですけど、これは有名な除菌ジェル。日本はおしぼりとか出るけどあんまり出ないところも多いので除菌したいっていうのと、ティッシュと除菌シートの方もあると便利です。汗かいた時サラサラになるシート。なくてもいいけどあったら居心地いいかなみたいな感じです。マルチビタミンっていつも飲んでるメナードのものなんですけど、これ飲んでからほんと口内炎とかできなくなったので肌荒れしないです。で、意外と便利なのがミニ裁縫キット。このちっちゃいハサミも使えるし、こんなちっちゃいんでね入れといてもいいかなぐらいな感じでいつも持っていってます。次はコスメ。基本的にいつも使ってるのを全部持っていっちゃう。むしろいつも使ってるより多く持っていくかもしれない。お洋服に合わせてメイク変えたりとか。欠かせないのがカッサとローラー。飛行機乗って疲れちゃって顔がドヨーンってなっちゃう時とかすごい多いので、これで血行良くしてあげて、ここら辺のスッキリさせてあげて老廃物を出す。お洋服に合わせてヘアアクセサリーも結構大量に持っていくんですけど、こういう感じのポニーテールにできるバナナクリップのやつとリボンだったり、バシュって留めるのはいっぱいあるんですけど、日本でつけるの恥ずかしいけど気に入ってるなみたいな、海外だとつけてもいいかなみたいな気になったりするので、こんなハートのサングラスをここら辺に刺しといてワンポイントにしたりとか、アメリカのスーパーマーケットのキッズ用ででも可愛いから買っちゃった思い出の品。サングラスも 2,3 個ぐらい持ってくとなんか楽しい。そして意外と大事な日本のだし系。お肉ばっかり食べたりするとお味噌汁が恋しくなったりするんですよ。お味噌と具入れて飲んだり、このお吸い物とかはねない。ホテルによっては紅茶もなかったりとかあるので、紅茶も一応お友達の分とかも入れてあげて持っていくといいと思います。はい、私は旅行趣味みたいな感じでよく行くんですけど、私は結構リサーチしてから行くタイプの人間で、地理的にもちょっと覚えるし、今やっぱ自分がどこにいるとか分かんないとちょっと不安になるというか、英語がそんなに得意ではないので、向こう行って後悔もしたくないからリサーチしてから行きます。なんかそっちの方が楽しめる派です。ホテルは必ずオーシャンフロントにするように心がけている。着いてから海だってなるとすごい嬉しい。なんかテンション上がるので、現地で楽しむために綿密な準備をした方が私は楽しめる派なので、何が起きても対応できるような荷物を持っていくといいかもしれないです。何か所か旅行行ったんですけど、もうハワイが一番多くて、お買い物もできるしご飯も美味しいし、
海も綺麗だし、セブ島にも行ってジェットスキーが乗りたかったんですよ。私ジェットの免許がなくても乗れるんですよ。ハワイでもそれやりたかったんです。あんまりやらせてくれなくて、でセブでは行ってきていいよ、なんか海に放たれて何の講習もなくそのままちょっと怖いって思ったんだけどバーンって行ってすごい楽しかったんですよ。それがすごい思い出に残ってます。はい、いかがでしたでしょうか。私はこんな感じでいつもパッキングして持っていくんですけど、やっぱり置く場所別にポーチに分けて持っていくのはすごいついてからの整理整頓がうまくできるのでおすすめなので、ぜひやってみてください。そしてこれからお休みの間旅行に行かれる方、気をつけていってらっしゃい。他の動画もぜひ見てください。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。